Welcome everyone to another episode of Around Akiba. We're here at the office of Daikikougyou again with another figurine review. And today we are here with Sakurako. Hi, my name is Sakurako. 今日はまた素敵なフィギュアがあります。今日のフィギュアの名前はミネタちゃん Illustration by あるてら。すごい素敵なフィギュアですね。可愛いですね。で、今日もSakurakoさんはこのフィギュアに合わせて衣装を着てますね。ホワイトのワンピースと猫耳。どうですか、このフィギュアの最初の印象はどうですか？でこの珍しいなと思ったのが、なんかこう衣装のこうちょっと透けてる感じ、はい、こう中のこう履いてるパンツとかこうお腹の肌色が透けて見えるんですよ。そこが一番こう目を引くポイントかなって思いました。確かに透けてるワンピースがとてもいいですね。もう下の肌見える。で、胸のところも少し見えるんですね。横乳がこう振り向きざまに見えるのがセクシーですね。そうですね。で、彼女はまあ普通の女性ではなく、なんか手入れがついてるんですね。あとは猫耳。で、それはつけてるではなくて、もう本当に最初からあるんです。生えてる。それの魅力は何ですか？猫のなんていうんだろう。猫の擬人化と言いますか、こうなんかちょっとファンタジーな感じがすごいロマンがありますよね。ありますね。それはなぜかでしょう。彼女の髪の毛もとても面白いですね。ツンツンですね。外羽で髪の毛のこのちょっとこう垂れてる三つ編みの髪の毛が動くんですよ。動いてちょっと風になびいてる感じ。スカートもこうひらひらっていう形になってるので、こうなんかこう下も芝生になっていて、こう草原で風に吹かれてる、すごい清楚だけどスケスケなワンピースを着た猫耳のミネットちゃん、そしてこのアンニュイな表情、いいですね。いいですね。完璧です。いやー、素晴らしい。もう本当に、まあ、彼女はベースを見る限りで、まあ、外にいるということが分かりますね。もうここは芝の上に立っていて、でこれは何ですかね、まあ、どっか公園とかでなんか休んでる感じで、ちょうど風が吹いて、で風はワンピースを上がってくる。きっとこのフィギュアをね、こう近くの公園とかに持って行って、こうお花とか咲いてるところにこれを乗せてこう写真撮影とかしても楽しいかなって思います。いいアイディアですね。ナイス。で、花も髪の中にも、まあ、ちょっと透けてる花がついてます。このヘアアクセサリーもすごい。あとここの背中のこうなんていうんですかね、こうアクセサリー、ここもすごい緻密で、こう尻尾にもついてるんですよ。このちょっとレースっていうか、このなんかアクセサリーがすごいおしゃれで、こうなんか女性受けもいいのではないかなと思います。あとは、まあ、色味はとてもなんか柔らかくて明るい感じですね。もう肌の色もとても明るくて、まあ普段は外に出なさそうな肌色をしてますね。ミネットちゃんは引きこもりということで。多分そうです。オタクかもしれない。あとはやっぱりその一つの大きい萌え点としては、彼女のまあそのアホ毛可愛いですね。あとやはり彼女のまあ白いドレスとその青い目、結構そのピュアな感じもしますね。ピュアなんだけど、まあ結構、まあ、セクシーでもあるんですね。エロ可愛い。表情も変えられるんですよね。はい、そうです。なんか標準のパターンは2パターンあります。これはちょっとなんか横向き、そうですね、左向きで、あとはまっすぐ見えてる顔の表情もあります。ミネットちゃんの首の部分はポールジョイントになっていて、こんな感じで首が動く仕様になってます。素晴らしい。じゃあいろんな方向に見えることができますね。そうですね、正面向かせたり、こう振り向く感じにしたり、自由自在です。素晴らしい。いや、本当に細かいところがたくさんあるんですね。まあ、例えば靴もすごくなんか綺麗に出来上がっていて、あとはそれぞれの足の指もとっても細かくて、まあ、グロスもついてるんですね。可愛い。おしゃれですよね。すごいファッション性が高い。本当に可愛いフィギュアで、まあ、本当に私は髪の毛が大好きですね。まあ、そのツインテールもあるで、ちょっとボサボサで、
アホ毛がついてる。全部かわいい。プラス猫耳最高。はい、あとはこのポーズについてはどう思いますか？爽やかなエロはいな感じがしますよね。爽やか。このパンツが見えるか見えないかぐらいのこの風でなびいてるスカートとこの、なんかこのアンニュイな感じの表情、なんか露骨なエッチな表現ではないところが万人に受けるのではないかなと、すごい素敵だなと思います。そのビエロっていうんですかね。はい。ちょっとパンツ見えてる、ちょっと透けてるちょっとだけでなんかいいですね。でそのパンツの面白いところは、そのパンツの中には尻尾用の穴がついてる。だから皆さんその尻尾はどこから出てきたのを知りたかったら、ちゃんとその用の穴が開いてますパンツに。あとは彼女はちょっと待ってるような、待ち合わせに遅れてきてるデートの相手、はい、僕のことをちょっとすねてる、怒ってる、ちょっと怒ってる待ち合わせに遅刻してる彼を怒ってるそういうイメージそういうイメージですね。いろんなこの表情とかで、ね、こうなんか想像がかきたてられますよね。ミネタちゃんを描いたイラストレーターさんはあるてら先生っていうよくゲームのイラストを描いてる先生です。で彼女はその方の看板娘、よくドジンチとかで出てるキャラクター、オリジナルキャラクターです。質問があります。はい。このミネッタちゃんの、着ているお洋服は、脱げるんですか？いい質問ですねもちろん脱げます。大気工業さんの多くのフィギュアの衣装は実は脱げることができます。で今回はですね、4パターンで展示することができます。で1つは、そのワンピースとパンツが入ってる状態と、パンツだけを脱いでワンピースだけの姿で展示することができますし、あとはワンピースを外してパンツのみの展示することもできます。であとは最後は全裸でもう全部脱いでる状態でも展示することができます。でSakurakoさんだったらどういうパターンで展示しますか？私だったらワンピースは着ていてパンツは履いてない状態が変態ですね確かにいいと思いますなんかちらっと見えるのもいいですね。あとやはりそのワンピースがちょっとつけてるのはちょっとエロくて、でそれにパンツがない状態でもとてもいいと思いますね。お尻だけ丸見えになるんですね。確かに。実は先ほど全部脱いでるフィギュアの状態を見させてもらったんですが、なんとあそこの方がすごく精密な感じの作りになってました。素晴らしいですねそして乳首は色素が薄めで、ピンクとかっていうよりかは肌の色に近いなんかヌーディーな感じの可愛い乳首がついてました。ありがとうございます私はまだ見てないんですけどじゃあ後でちょっと見ますね。皆さんもそれを見たかったらぜひゲットしてみてください。こちらのミネットちゃんのフィギュアは原型はゆずぽん先生、彩色はikasa先生が担当して作られました。受注締め切り日が2022年の6月23日となってます。発売予定は2022年の10月になります。楽しみですね。楽しみですね。で彼女は1.6 スケールの、約25センチのフィギュアです。じゃあどうですか、Sakurakoさんもミネタちゃん思ってたら家に飾りますか？飾って、ワンピースだけ着せてパンツは脱がせます。脱がせますいいですね。Alright, that was it from today's review. Thank you very much for watching. We will put all the information about the figurine and Daikikougyou in the description box below. Check that out. Also make sure to follow Sakurako on her social media. Stay subscribed for more figurine reviews like this. Smash the like button and see you next time around Akiba.